はい、こんにちは、ジュノです。Hi, I'm Juno。今日はですね、2つのデッキ、また2つデッキ使うんですけれども、2つ使って、今、この置かれているコロナパンデミックと言われている状態で、もちろんその自分だけのことで精一杯という方もいらっしゃるだろうし、今この時間を有効に使おうって考えている方もいらっしゃると思うんですけれども、私たちが忘れてはいけないのは子どもたちだと思います。で、子どもたちは今この状況、私たちも初めてだし子どもたちも今初めてだから、その大人の持っているエネルギーとかっていうのを繊細に察知して生きていると思うんですね。でもちろん自分たちでの直感っていうのもあると思うんですけれども、その中で、私たちが今大人として子供にできることっていうのをちょっとやりたいと思います。で、今日使うのはこのチェラブエンジェルっていう Cards for Children、 子供用のカードなんですけど、結構小さいんですね。こういう感じで、この普通のカードがこのぐらいの大きさだとしたらこういう小さいカードなんですけど、これとこのゴッデスっていう女の神様、フィメールエナジーだから女性性の神様のオラクルカードを使いたいと思います。どっちも作った方がドリーンバーチューって言って、この人はエンジェルセラピーとかをやっていらっしゃる方なので、ちょっと内容が神様の内容が入っているところもあると思います。はい、それでですね、子どもたちに今必要なこと、一応この3つ、これは、私たちが今、この今置かれている状況で子どもたちに与えてあげられることがこの3つで、こっち側が個人レベルで、現実的に私たちができることっていうリーディングをしたいと思います。で、こちらが、子どもたちに今私たちが与えてあげる、そう、私たちの持っているキャパの中での子どもたちに何を与えてあげることができるか、何を、私たちが実際してあげることができるかっていうことと、こちらがその個人レベルで何をするかっていう、私たちが実際にこれを選んでもらいます。で、こちら、先開けていきます。子どもたちに今私たちがあげれるもの、Love and Value、 自分の子どもたちが自分のことを愛して自分の価値を認めてあげられるような、その自己肯定感とか自分を愛するというその基本ですね。子供ということだけではなく、人間とかその魂を持つ者たちが自分を愛するということ、それが今子どもたちに与えてあげることができる。もともと持っているんですけれども、それを壊さないようにするという方が、明確かもしれませんね。それを壊さないようにするということ、それが私たちが、子どもたちがありのままで過ごすためには私たちができることですね。だからそれを壊さないようにするっていうことが私たちが子どもたちにサポートしてあげれることとなります。もう一つずつっていうことですね。例えば今全てのことが動くっていうことはないので、何でもちょっと焦って今全部できないとか、すぐ成功したいって思ってイラッとするような感じのこととかもあると思うんですけれども、そうじゃなくて、何でも一つずつやっていったらいいんだよっていうことですよね。そういうことを、子供ができる時に私たちがそれをサポートしてあげれる今ですね。そしてこれ、いつもあなたは、エンジェルに守られているエンジェルがいつもいるんだよっていうこと。もしエンジェルを信じていらっしゃらない方でも、あなたは守られているんだ、あなたは愛されているんだよっていうことを、そういう
そういうメッセージというのを子どもたちに伝えるということ、子どもたちに感じてもらうということはものすごく大事なことだと思います。私、幼児教育のバックグラウンドあるんですけれども、この言葉、肯定感のある言葉を使うっていうこともそうですし、それを体感してさせてあげるっていうことがすごく大事になってくるんです。どんだけ頭で言ってもそれを感じていなかったらなんかこうギャップを感じるだろうし、感じていてても言葉でそれを伝えなかったら分かんなかったりしません？例えば自分がもし小さい時にどんだけもちろん自分を愛されてるんだって分かっててもそれをこう何度も何度も繰り返し言ってもらうことで確認できることってありますよね。大きくなったらそう自己なんていうの、承認欲求として出てくるとは思うんですけれども、このあなたはいつも守られているんだよ、あなたにはいつも見守ってくれている人がいるんだよっていうことを体感させてあげる。これはすごく大事なことだと思います。例えば、私たちが寝ると夜になって寝て朝になったら太陽って出てきますよね。太陽が出てこないことって絶対ないですよね。だから私たちはなぜか太陽が出てくるということを知ってるわけですね。太陽が次の朝になると上がってくるということをもう信じきってるわけです。で、そういうようにただ私たちはその愛されてるっていうこと、お日様が上がってくるように私たちは見守られてる、愛されてるっていうことをただそういうものなのだというふうにね、こう実感させてあげるっていうことがとても大事だ。特に今ですね、今大事だと思います。それは私たちが大人が子供にとって今してあげれることのリストとなります。それでですね、次こちらじゃあどういうふうにしたら考えさせてあげることができるの、どういうふうにしたら実際自分を愛されてるって分かるようになるの、どういうふうにしたらって、そういう現実レベルでのアドバイスをこちらに選んでみました。私もどういうふうに読むかちょっと今から分からないんですけれども、ちょっとじゃあ、時間を組んで選んでみてください。はい、じゃあどうぞ。はい、よろしいですか。もしまだ選んでらっしゃらない方がいたら、一回こう止まる一時停止ボタンを押してから次に進んでみてください。今日はちょっとイースターエッグにしてみました。このオレオの入ってるイースターエッグとカドバリっていうチョコレートの会社と、こちらがキンダーっていうチョコレートの会社のものになります。全部美味しいんですよ。じゃあ、このオレオの方から見たいと思います。はい、じゃあ私たちが個人レベルで今現実的に何がしてあげれるのか。そうですね、自分の中のバランスを取るということですね。その子どもたちにどうしてあげれるかっていう時に自分のバランスが取れていないと、自分がその準備ができていないと、やっぱサポートに回るっていうのはすごく難しいんですね。だから自分で休むとか、美しいものを見て美しさに触れるとか、太陽の光を浴びて健全な生活をするとか何でもいいですけど、今自分の中でバランスを取るということがすごく大事になってきます。自分の中の、男性性と女性性のバランスもそうですし、自分の中で自分を一生懸命愛しているかどうか、そこのバランスも大切になってきます。なのである意味ですね、自分が自分の中でバランスを取るという、いい例を見せてあげると、子どもたちのそういう自己肯定感だとか、自分を愛する心だとか、信じる心とか、一つずつやっていったらそのうち何か大きいものにつながるんだよっていうことを、口で言ったりとかするんじゃなくて、もう生き様で見せるというような感じですかね。そういう感じがします。はい、
じゃあこちらがそういうカードでした。じゃあ続いてこの角張りの方、じゃん。なるほど。こちらはなんかこう守られているっていう感じがしますね。なので自分が守られているということを信じる。このさっきのバランスと一緒ですけれども、例えばちょっとこう不安になったりする時ってやっぱし全力で何かを任しきれてない感があるから、どこかで自分でコントロールできると思っているところがあるから不安になったりするんですね。でも完全にもうコントロール効かないところってもうしょうがないなっていうふうに任せることができる。いい意味でですね、任せることができます。なのでそういうふうにこうしてみるとうまい具合に、子供のことも信じれるようになるし、子供の中のそういう能力、子供が自分で自分たちを愛せる、子供が自分で自分たちでできるという子供たちの能力を信じることができるようになります。で子供って本当にすごいんですね。よく知っているし、もちろんこの世の中で生きていくっていうルールとか、例えば学校でやらないといけないこととかっていうのはまだ発達段階にあるので、私たちがもちろん教えてあげないといけない、私たちが守ってあげないといけないところもあるんですけれども、その一方でよく自分のことを分かっているし、自分が嫌なこととかもよく分かっているので、そこをこう信じてあげるっていうことが大事になると思います。はい。じゃあこれがそれですね。じゃあ最後のこの卵を選ばれた方。はい。これはリソースとかですね、子どもたちが今必要だなって思っていることをものでもそうですし、その教育内容とか、その愛を与えるとかいうこと、その子供がいると思う必要である今あげられるものを多分持ってらっしゃる方だと思うんですね。それが闇雲にこうおもちゃを与えるとかそういう意味ではなくて、愛を与えるだとか、子供がちょっとこう悲しそうにしてたら抱きしめるとか、そういう気持ちの面で必要なこととか、あとそうですね、例えばこのちょっとイラッとしている子がいたら、この子は一つ一つのものをじっくりこうやるっていう能力をもうちょっとこう鍛えてあげる、訓練してあげるともうちょっとうまくいくなって、例えば分かったりすると、それを辛抱強く一緒にやってあげるとか、そういうあなたの中にあるリソースを共有してあげる、そういう感じがします。はい。であなたの中に多分そういうねセンサーもあると思うし、リソースって言ったら、材料とかそういう知恵とかスキルっていうのがもう備わっているので、それを子どもにその思いついた時に必要な分を子どもたちに共有してあげてください。そうすることで、私たち今現実的にできる子どもたちに今このパンデミックの中で必要なものを、十分にこううまいこと回すことができると思います。はい。でこれ、一人一人ね、何もしないっていうのよりも一人一人そういうふうに例えば心がけるだけでも全然違うんで、それを一人一人が気をつける、一人一人が何かちょっと、今日ここだったらよくあるのがね、もう私は例えば、この人あの人みたいに何もできてないとか、だいたい比べる対象がねものすごくこう突飛な人だったりするんですよ。例えばスティーブ・ジョブみたいにお金稼いでないとか、マザー・テレサみたいに貢献できないとか、そういうこう比べる対象をなんかものすごいこうハードル上げて自分でこう決めてる人がいるんですけど、そうじゃなくて昨日の自分と比べて
もう本当にね、この小指のね爪ぐらいでも前に進んだら、それ毎日やったらどこまでいけるかなっていうのを本当に想像してみてください。その一歩出さないで、そこからのあなたの進みがだいぶ変わってきます。だからそんなにこう先を見てここに行かなきゃって思うんじゃなくて、今日何かする。例えば何かしないでもいいんですよ。例えば自分を責めないとかでもいいんです。それが自分のこう一つ一歩前に進むものだったら何でもいいんです。何かこう例えば不必要なものをしないっていうことでもいいですし、何か自分が今できることを少しやる。本当にちょっとでいいんです。そんな急にバーってやったらね、しんどくて倒れちゃうから、そうじゃなくて、でもそういうふうにあなたがすることで、今ね、環境もそうだし、子供たちもそうだし、自分もそうだし、世界もそういうふうに、そういう人がたくさん集まると全然変わってきます。はい、私はそう信じているので、だからちょっとなんか白熱しましたけど、だからなんかみんなでやっていきましょう。はい、じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。また明日。さようなら。